ビニールくん、どこ行くの？作、寺尾麦。あるところに旅するビニール袋のビニールくんがいました。これはそのビニールくんの旅のお話。ある日、ビニールくんはお姉さんに出会いました。でもビニールくんはすぐに捨てられてしまいました。突然風が強く吹いてビニールくんは飛ばされてしまいました。そしてビニールくんの旅は始まったのです。美味しそうな香りにつられてビニールくんはパン屋さんの前に来ました。あれ、まだ食べられるのに。売れ残ったパンは捨てられてしまうようです。にぎやかな商店街にやってきました。お店も人もいっぱいでした。くしゃ、助けて。バサバサバサ、くちばしに引っかかっちゃった。ビニールくんはもっと遠くへ旅に出ることにしました。山も海もずんずん越えていきました。どのくらい飛ばされたのでしょうか。ビニールくんは可愛らしい女の子に出会いました。その腕に抱えているものは何？これはマトリョーシカ人形というのよ。広い草原にやってきました。お馬さん、こんにちは。小さな村へやってきました。みんなお腹がグーグー鳴っていました。食べるものがないのかな。子供たちがたくさん。畑ではたくさんの子供たちが一生懸命働いていました。ビニールくんは森の中へやってきました。ここにも働いている子供がたくさんいました。学校には行かないのかな。さらに飛ばされてやってきたところには鉄砲を持った子供たちがいました。ビニールくんはもっともっと遠いところへやってきました。そこには汚れた川の水を汲んだり病気で苦しんでいる人がいました。きれいな水や病院はないのかな。ビニールくんは今までの旅で見たことを思い返していました。食べるものがない人、働く子供たち、病院に行けない人、あらゆる困難に苦しんでいる人たちがたくさんいました。そしてビニールくんは不思議なことに気がつきました。食べるものがなくて困っている人がいるのに、まだ食べられるものが捨てられていたのはなんでなんだろう。あらら、いつの間にかビニールくんは海に来てしまったようです。大変です。ウミガメさんがビニールくんを食べようとしています。ウミガメさん、僕は食べ物じゃないよ。ビニールくんは急に怖くなりました。もしこのまま食べられちゃったら、僕。はあ、よかった。ウミガメさんはどこかへ行ってしまいました。ビニールくんはふと思いました。もしあのままウミガメさんが僕を食べ物だと思って食べちゃってたら、ウミガメさんはどうなっていたんだろう。おや、なんだか黒い影が近づいてきているようです。ぎゃー！クジラだー！やだ、食べないで。僕まだ旅の途中なんだ。あれ？ここはどこだ？真っ暗で
何も見えません。目を凝らしてみるとだんだん周りが見えてきました。ペットボトルにお菓子の袋、それにビニール袋もたくさん。ビニールくんは一体どこに来てしまったのでしょうか。なんとここはクジラさんのお腹の中でした。こんなにプラスチックばかり食べてクジラさん死んじゃったりしないよね。ビニールくんはとても不安になりました。なんで僕海になんか来ちゃったの？2018年6月にクジラは死んでしまいました。これは事実です。日本のニュース番組でも取り上げられました。死ぬ直前、クジラは突然口から何かを吐き出しました。それは5枚のビニール袋でした。その後、クジラの胃から取り出されたのはなんと 500ml ペットボトル約320本分の重さのプラスチックでした。どれだけ苦しかったことでしょう。とても身近な存在であるプラスチックが今この瞬間も海を汚し、海の生き物たちを苦しめています。私たちはこれからどうプラスチックと付き合っていくべきなのでしょうか。私がこの絵本を作成したのは、一人でも多くの人に世界中のあらゆる問題のことや SDGs のことを知ってもらい、今自分にできることは何なのかを考えてもらいたかったからです。皆さんは SDGs を知っていたでしょうか？私は高校の授業で SDGs について学んだことがきっかけで興味を持ちました。特に海洋プラスチックごみ問題の深刻さに強い衝撃を受けました。このまま海にプラスチックが蓄積され続ければ、2050年までにその量は海に住む魚の量を超えると言われています。海洋に投棄されたプラスチックはやがて微細なマイクロプラスチックとなり、食物連鎖を通じて多くの生物に取り込まれます。私たち人間の体内にも知らず知らずのうちに取り込まれているのです。今、世界では脱プラスチックの動きが加速しています。プラスチック製ストローの廃止やレジ袋の有料化が主な例です。世界が変わろうとしている今、私たちにできることは何でしょうか？私はこの問題を知ってからレジ袋はもらわない、ペットボトルは買わないようにしています。一人の力は小さくてもみんなでやればそれはとても大きな力になるはずです。あなたも今日から何か始めてみませんか？